こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？ 7 月に入って日本は毎日本当に暑いです。今日の福岡県の気温は最高気温が34度だそうです。天気予報を見ると今週はずっと天気が良くて暑そうでした。いよいよ夏本番です。日本の夏は年々暑くなっています。最近ニュースを見ましたが、世界中とても暑くなっているそうですね。そんな中、今年天気予報で使われる新しい言葉が生まれました。皆さんは猛暑日という言葉を聞いたことがありますか？実は今年からそれよりもっと暑い日を表す言葉ができたんです。一体どんな言葉でしょうか？一緒にニュースを聞いてみましょう。まずニュースに出てくる大切な言葉を6つ紹介します。名称、名称。物事の正式な呼び方、名前のことです。観測、観測。気温や天気などを機械を使って測って調べることです。導入、導入。新しい制度やルールなどを取り入れて使い始めることです。警戒、警戒。悪いことが起こらないように注意して気をつけることです。熱中症、熱中症。暑さで体温が上がりすぎてめまいや頭痛などが起きる病気のことです。対策、対策。問題が起こらないように前もって考えて準備することです。それではニュースを聞いてみましょ気象のニュースです。気象庁は今年4月17日から最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日にすると発表しました。この夏から天気予報などで使われます。日本ではこれまで最高気温が25度以上の日を夏日、30度以上の日を真夏日、35度以上の日を猛暑日と呼んできました。しかし40度以上の日を表す名称はありませんでした。近年40度以上を観測する日が増えていることから気象庁はホームページでアンケートを行いました。約48万の回答の中で最も多くの票を集めた酷暑日が新しい名称に選ばれました。気象庁はこの名称の導入によって危険な暑さへの警戒を呼びかけたいとしています。今年の夏も全国的に厳しい暑さが予想されていて熱中症への対策が必要です。う。どうでしたか？よくわかりましたか？では内容を整理しましょう。一番のポイントは40度以上の日を表す酷暑日という新しい名称ができたことです。まず日本の天気予報で使われる暑い日の呼び方を説明しますね。日本では気温によって呼び方が変わります。最高気温が25度以上の日を夏日と言います。30度以上になると真夏日。そして35度以上の日が猛暑日です。猛暑日の猛という漢字にはとても強い、激しいという意味があります。猛暑日の暑は暑いの漢字です。でも最近の日本では40度を超える日も珍しくなくなってきました。そこで気象庁は40度以上の日の名前をホームページのアンケートで募集しました。
約48万人が答えて、一番人気だったのが酷暑日です。酷という漢字には、ひどい、厳しいという意味があります。猛暑日より酷暑日の方がもっと危険な暑さというイメージですね。ちなみに暑いのは昼だけではありません。夜の最低気温が25度以上ある夜を熱帯夜と言います。この言葉も夏のニュースでよく聞きますよ。新しい言葉が必要になるほど日本の夏は暑くなっているんですね。今年の夏も全国のいくつかの場所で酷暑日が観測されると予想されています。熱中症への対策がとても大切です。熱中症の対策のためにはどんなことができますか？わかりますか？例えば、喉が渇く前にこまめに水を飲むこと。外を歩くときは日傘や帽子を使うこと。そして部屋の中ではエアコンを我慢しないで使うことです。日本に住んでいる方も、これから日本へ旅行に来る方もぜひ気をつけてくださいね。それでは今日のニュースをもう一度聞いてみましょう。気象のニュースです。気象庁は今年4月17日から最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日にすると発表しました。この夏から天気予報などで使われます。日本ではこれまで最高気温が25度以上の日を夏日、30度以上の日を真夏日、35度以上の日を猛暑日と呼んできました。しかし40度以上の日を表す名称はありませんでした。近年40度以上を観測する日が増えていることから、気象庁はホームページでアンケートを行いました。約48万の回答の中で最も多くの票を集めた酷暑日が新しい名称に選ばれました。気象庁はこの名称の導入によって危険な暑さへの警戒を呼びかけたいとしています。今年の夏も全国的に厳しい暑さが予想されていて、熱中症への対策が必要です。2回目は1回目よりもよくわかりましたか？気候が変われば言葉も変わるんですね。皆さんの国の夏はどうですか？何度くらいまで気温が上がりますか？そして暑い日にはどんな対策をしていますか？私の国にはこんな暑さ対策があるよというものがあったら、ぜひコメントで教えてくださいね。今日は日本の夏の新しい言葉、酷暑日についてのニュースを紹介しました。このポッドキャストのスクリプトは私のブログで見ることができます。ブログの中には文法や語彙の解説やクイズも用意してあります。ぜひ復習に使ってみてくださいね。そして日本語のレッスンに興味がある方、私はiTalki というプラットフォームで日本語を教えています。レッスンについても概要欄の URL から見られるので、ぜひ見てみてください。それでは今日のポッドキャストはここで終わります。皆さん熱中症には気をつけてくださいね。また次のポッドキャストでお会いしましょう。